動画はディズニープラス限定配信中のアニメ X メン最新作、X メン97の内容に触れるネタバレありの動画となっています。本編鑑賞後の主張を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。復活の魔女。魔女痩せたと思ったら元に戻ってよかったぜ。旧作は吹き替えも良い感じに合ってた。魔女ってあれミュータントじゃないんだよね。別次元の変な生物って感じで。最後も成不可能でたくさんある女に割った押されてたような。スパイラルだっけ？そう。毛布も変身してた気がする。も天道バグくらい直せよ。途中のゲーム画面どこかで見たような。マブカプ。自分はあの年代の空気感がやっぱ好きなんだなと再確認した90番。このどこか懐かしいゲーム画面。ボス戦の後に回復アイテム入手できるゲームは良いよね。センチネルこんなんだったのか。原作コミックだとこういう着ぐるみ怪獣みたいな感じよ。カービィ版を意識してるっぽいしね。あのゲーム世界にサイクがいたら、マブカプみたいな特大ビーム出してくれてたんだろうか。コナミの6人同時のベルスクあったな。ダズラーで遊べる貴重なゲーム。あれが初 X メンだったわ。今回の再現されてたミュータントが奴隷みたいに働かされてた回で、サンファイアみたいな人いたけどサンファイアで会ってたんだろうか。ジェノーシャだったらサンファイアのはず。そう確かジェノーシャだった。ミュータントに理解のある場所かと思ったらみたいな感じで、あれやっぱサンファイアだったのかあんま目立ってなかったけど。サンファイアだけどサンファイアじゃないサンファイア。エイジオブアポカリプス版サンファイアのアニメ化は97よりディスクウォーズのが早いんだなそういえば。続 90X 面は90年代作画を再現しながら日本版オープニングのケレン味も出してるのが素晴らしい。あとはディズニープラス限定でさえなければ。そりゃネズプラ勧誘目的で作ったから無理や。旧作全部は見れてないが今回追体験で出てきた場面が見た話ばかりだから懐かしさしかなかった。旧作を忠実に再現いいよね。モーフとビショップが新たに加わったのか。ジュビリー主役会なのも嬉しかったよ。そういや1話でゲームセンターでゲーム機ぶっ壊してたなーって。1話のクラブで踊ってた時もそうだけど、ジュビリーの能力って敵に入るな。サンスポット強そうな能力持ってるんだし使えよって思ってたらちゃんと突っ込まれてた。年老いたジュビリーが紀元山みたいなことしてたぞ。人生はリスク、恐れないで。テロージュビリーのセリフが若者の背中を押す一方、後編の法事のやらかしには重くのしかかる構成になっていて良き。何気にサイクとジーンが離婚するみたいな感じになってたけど、あれ本当なんだろうか。結婚したのはクローンじゃなくてオリジナルなの？旧作で結婚式やってた回はあったような。牧師が悪落ち毛布だったけど。旧作のダークフェニックスサーガでジーンが死なない改変になったのでそのまま結婚。でもマデリーンがいてインフェルノやっちゃうんだよな。マグニートをなんかローグを執拗に特訓に誘ってない？マグニートを特訓ばかりだなって思うけど、シニスターみたいな変態がいるから仕方ない部分もあるのよな。マグニートが X メンたちと食事してるの変な感じだ。旧作でプロフェッサーとサベッジランド旅行とかはしてたけど。ウルバリンってサイクと喧嘩よくするけど誕生祝いに賛成したりいいやつだよな。ジーン絡みになるとあれだけど。今シーズンのウルバリンの炎症ガンビットとのコンビ技と、またジーンに振られたシーンの2つが強い。ウルバリンはジーン相手に良いとこまで行くけど、肝心なとこでスコットが危ない、になるイメージ。昔みたいにたくさんやれないからギャグ界にストーム復活会を組み込んでるけどなんだあのおっさんは。フォージの能力すごいよな。フォージさんに辛い過去あんまりコミック知らんけどストームさんはブラックパンサーといい仲だって聞いた。ストームさん能力戻るの意外と早いなって思ってたけど簡単にはいかないか。なんかおっさんに迫られてるし。ジュビリーたちはいい仲になって、フォージとストームはなんかこじれてるのが対照的。若いっていいな。原作だと触れた機械の構造を瞬時に理解する能力。だから現代より進んだ機械が作れる。インディアンみたいな感じだけどすごい天才よりの能力なのね。その発明能力があくまでミュータント能力なので何かのきっかけで能力が使えなくなるとただのおっさんになってしまう。ここがミュータント関係なしで元から天才のビーストとの違い。拳で地面叩き割っちゃうおじさん。でもスパイディより非力なんですよビースト。ビーストは能力がデメリットでしかない。見た目で思いっきり人外になってるしザ・シングに近いものがあるね。旧作だと恋愛会あったけど。あのフクロウの悪魔なんだろう。天井から落下したのはストームの能力って思ったけどあのフクロウはなんだろう。フォージの能力がよくわからんけど作られた存在。ストームが似た幻覚なのか。ストームの話はアメコミ特有の意味わからんわだった。
レトロなゲーム画面に旧作を今の絵で再現とか楽しい回だった。ストームさん関連はよくわからんとこあるが次回わかると思って楽しみに待ってるぜ。